あなたは13世紀フランスのカンソンで生まれました。貧困と飢え、絶望の果てに両親によって町の商館へと売られます。そこから始まるのは、誰にも予想できなかった波乱と希望の物語。第一章、奪われた名前、売られた未来。あなたが馬車から降ろされたのは、石畳に囲まれたリヨンの裏町でした。冷たい風が吹き込む路地の奥に、黒い看板がぶら下がった缶が見えます。その名も、ラ・メゾン・ド・シレーヌ人魚の缶。それが、あなたがジネットとして生きることになる召喚でした。中に入ると、強い香水と酒の匂い、笑い声とすすり泣きが交錯する世界が広がっていました。今日からここの子だよ。中年女主人はあなたをじっと見て、無表情に言いました。最初の仕事は掃除と雑用でした。冷たい井戸水で床を磨き、客が帰った後の部屋を片付け、年長の娼婦たちの罵声と平手打ちに耐える毎日。食事は冷えたスープと硬いパン。寝床は地下の納屋に置かれたわら布団。あなたは夜ごと泣きながら眠り、夢の中で何度も家族の名を呼びました。けれど、夜は容赦なく訪れます。ある晩、泥酔した商人風の男が間違ってあなたの部屋へ入り込みました。助けを呼ぶ声は誰にも届かず、あなたはただ震え、目を閉じるしかありませんでした。その夜を境に、あなたは商品としての人生を歩み始めます。第2章、パリ、石畳の地獄。リヨンの商館を出たあなたは、紹介状と引き換えにパリの交渉街へ移りました。そこにはもっと多くの金、そしてもっと過酷な現実がありました。パリの首当局は、商館を制度として管理していました。あなたはブルエット通りと呼ばれる区域に割り当てられ、赤い帯と特別な刺繍を施したチニックを着るよう命じられます。これは娼婦の制服、つまり遠くからでも誰が身売り女か一目でわかるようにするためのものでした。交渉たちは日没までしか働けず、日曜、聖週間には営業禁止、教会や貴族の居住区には立ち入ることもできませんでした。けれど、日銭は稼げました。客は学生、職人、兵士、時に修道士までも寄っていかない。いい夢見せてあげるよ。路地裏で男たちに声をかける日々。あなたは笑顔を貼り付けながら、心の奥では涙を流していました。しかし、この街で初めて自分で稼いだ金を手にしたあなたは、夢を抱くようになります。いつかここを出て、小さな雑貨屋を開いて、普通の人生を。だが、時代は容赦なく動きました。解説。当時の社会では、娼婦のことを必要悪だと捉えられていました。聖アウグスティヌスの教えにもし娼婦を社会から除けば、情欲のせいで社会全体が乱れてしまうという考えがあり、中世の為政者たちもそれに倣って、娼婦たちの存在を公認していたのです。実際、多くの都市では、交渉公式に許可された娼婦として営業することが認められており、町の役人や領主が商館を管理監督していました。パリでも、決められた街区通りの中であれば、客を取る自由が許され、日没までの決まった営業時間内だけ働くよう定められていました。日曜のミサや、聖週間には営業禁止、娼婦は他の身持ちの良い女性と、見分けがつく衣服を身につけることも、義務付けられました。娼婦たちは、腰に目立つ色の帯を巻いたり、袖に印をつけたりして、遠目にも、あれは娼婦だとわかるようにしなくてはならなかったのです。また、修道院のある地区や貧困法制な市民が暮らす通りでの客引きは禁止され、娼婦たちは町の片隅に集められて営業していました。それでも、市当局から見れば、娼婦たちは必要な存在でした。女性たちを襲わずに、男性の欲望を発散させるはけ口として、交渉制度は治安維持のためにも仕方ないと考えられていたのです。商館売春宿は町によっては自治体が用意し、貸し部屋業者に運営を任せていました。商館の主人は税を納める代わりに娼婦たちから宿代や客の取り分の一部を徴収し、残りが娼婦たちの手元に入りました。わずかに残る稼ぎの中から彼女たちは生活費を賄い、お金を貯め始めました。いつかこの家業から足を洗い、ささやかでも持参金を作って、誰か真っ当な人と結婚し、名誉ある身になれる日が来ることを夢見ていたのです。第3章、西欧の起こり、そして追放。1254年、十字軍遠征から帰還したルイ9世が発した命のリレー。それは、王国内のすべての娼婦を追放せよというものでした。あなたのいた商館も閉鎖され、仲間たちは死散しました。多くは身を隠し、夜だけ活動する師匠となり、捕まれば牢獄化し、あなたもまた、古事記として教会の前に膝をつき、パンくずに手を伸ばすしかありませんでした。寒さと空腹と恐怖。それでもあなたは生き残ります。生きてさえいれば、また明日は来る。あなたは神に祈り続けました。マグダラのマリアに、贖罪を、母なる聖母に、救いを。その時、運命が再び動き出したのです。解説。
世の中には、娼婦たちの存在を快く思わない人々ももちろんいました。敬虔なカトリック教徒であるルイ王、ルイ9世。後の西王は、娼婦たちを不貧困な女どもとして、厳しく罰しようとしました。ジネットがパリに来て数年が経った頃、遠く聖地から、十字軍遠征から戻ったこの敬虔な王は、突然、王国中のすべての娼婦を追放せよという、勅令を出したのです。1254年のことでした。その命令では、彼女たちのような邪悪な生き方の女に身をやつした者は財産を没収された上で王国から追い出されると規定されました。寝耳に水の追放令に娼婦たちは大混乱に陥りました。多くの娼婦たちが町から姿を消し、慌てて身を隠しました。ある者は田舎に逃れ、ある者は人目を避けよるだけ、ひっそり客を取る支障に戻りました。パリでは商館が閉じられ、たくさんの宿が廃業に追い込まれました。当局の取り締まりは厳しく、捕まれば容赦なく罰せられたからです。けれども、そう長くは持ちこたえられませんでした。王様の理想とは裏腹に、社会から娼婦たちが消えることはなかったのです。案の定、追放令からわずか2年後には、方針転換がなされました。ルイ王も完全に諦めたわけではありませんでしたが、罪深い女たちである娼婦たちを、市の城壁の外に隔離し、表通りや、教会の近くから追い払うという妥協策が取られたのです。パリでは城壁の外れにあった一角へ追いやられ、そこに狭苦しい小屋を建てて、なんとか営業を再開することが許されました。野ざらしの場所で、衛生状態も悪く、危険も多い環境でしたが、それでも路頭に迷うよりはマシでした。ルイ王はその後も、何度か売春根絶を試みましたが、第8回十字軍に出発する直前の1269年にも、再度禁止令を出しています。やはり現実にはかなわず撤回されています。最終的には、パリ市内の特定の9つの通りだけで、売春を黙認するという形で落ち着きました。皮肉にも、そうした通りは、尻ひっかき通り、小仏り通りなど、露骨で滑稽なあだ名で呼ばれるようになりました。第4章、名もなき娼婦と名家の騎士。パリの街角、教会の前に膝をついていたあなたは、ある日、一人の騎士の目に留まります。名はギヨーム・ド・サンシル、トゥール地方の名家の次男で、十字軍の機関兵でもある男でした。彼は、あなたを見て立ち止まりました。君、ここで何をしている？その声には、他の男たちのような欲望や侮蔑ではなく、静かな憐憫と好奇心がありました。あなたは無言でうつむきました。ギヨームは無理に聞き出そうとせず、パンと温かいスープを差し出してくれました。名前は、ジネットです。違うだろう。本当の名を教えてくれ。本当の名前。それは、ずっと心の奥に封じていたもの。あなたは震える唇で、かつての名を口にしました。エレーヌ。ギヨームは微笑みました。いい名だ。今夜、宿を取ってある。身の安全を守らせてほしい。あなたは迷い、そしてうなずきました。誰かを信じたのは何年ぶりだったでしょうか。その夜、彼はあなたに一切手を出すことなく、暖炉の前で静かに語り合いました。戦場で満たし、祈り、信仰、そして帰還後の虚無。あなたの話にも、彼は真剣に耳を傾けました。君は、生き延びただけで立派だ。第5章、レアという新しい名。数日後、あなたは彼の屋敷へと迎え入れられました。今日から君の名はレアだ。選ばれし者。という意味だ。ギヨームはそう言って、あなたに本を手渡しました。読み書きを学んだことのないあなたは戸惑いながらも、毎日机に向かいました。修道士上がりの使用人があなたに字を教え、聖書の一節から詩歌、ラテン語まで少しずつ理解していきました。屋敷ではそばめのように扱われることもなく、ギヨームはあなたに決して手を出そうとしませんでした。あなたは日に日に自尊心を取り戻し、商品ではない人間としての感覚を思い出していきました。しかし、屋敷の外では冷たい視線があなたを追っていました。騎士様は娼婦にうつつを抜かしておる。魔女めきでも触れさせたのだろう。それでもあなたは、ひるむことなく教養を深め、祈りを欠かさず、ひたむきに行きました。その姿が、ギヨームの心をさらに打ったのでしょう。そしてある晩、彼はあなたの前にひざまずき、言いました。エレーヌ、あなたを、正式に私の妻として迎えたい。第6章、婚姻への戦いと許し、驚きと恐れと、喜びとが渦巻きました。私のようなものが、あなたがつぶやくと、ギヨームは首を振り、こう言いました。君が何者であったかではない。今、君が誰であるかが大事だ。婚姻までの道のりは平坦ではありませんでした。ギヨームの家族、特に長兄は激怒し、家の名を汚すつもりか、と罵倒しました。教会もまた、あなたの過去を理由に認めようとはしませんでした。彼女が改春した証が必要だ。あなたは自ら進んで、修道院にこもることを決意しました。40日間の断食と労働、祈り、床掃除、
焚き木運び、病人の看病、夜は冷たい石の床の上で膝をついて祈る日々。40日後、あなたは憔悴しながらも聖女マグダラのマリア像の前に立ちました。ギヨームはその姿を見て静かに涙を流し、司祭の前でこう言いました。この方を私の妻として迎えます。どんな過去も共にあがないます。王の許可も取り付けられ、ようやく結婚は正式に認められました。第7章、白いベールと涙の日。結婚式の日、あなたは絹のドレスに身を包み、礼拝堂の石段を一歩ずつ登っていました。ベールの下で震えるあなたの手をギヨームが優しく握ります。怖がらなくていい。君はもう誰にも指をさされる存在じゃない。その言葉にあなたの心は少しずつほどけていきました。司祭が言葉を唱える間もあなたは涙をこらえきれませんでした。かつて男たちに値段をつけられた身体を今誰よりも尊重してくれる人がいる。健やかなる時もやめる時もギヨームの誓いの声が礼拝堂に響き渡りました。指輪を交わす瞬間、あなたは彼の胸に顔を埋めおえつを漏らしました。それは生まれて初めて自分の価値を自分で信じることができた瞬間だったのです。解説。18世紀フランスで平民から王の寵愛を受ける愛称、そして貴族へと上り詰めた女性こそがジャンヌ・デュバリーです。1743年、パリに貧しい仕立て屋の娘として生まれました。幼少期から美貌と社交性に恵まれていた彼女は、成長とともに高級娼婦の道を歩み、社交界で名を知られる存在となります。やがてルイ15世の目に留まり、深く愛される存在となりますが、王の公式な愛称モントリユーズになるには、貴族の地位が必要でした。そのため、デュバリー伯爵と形式的な結婚をして爵位を得、デュバリー夫人として宮廷に迎えられます。彼女は贅沢な生活と洗練されたファッションで注目を浴びましたが、平民出身であることから宮廷内では冷遇され、特にマリー・アントワネットとは強い確執があったと言われています。ルイ15世の死後、宮廷を離れたジャンヌは静かに余生を送っていましたが、フランス革命の波に巻き込まれ、反革命容疑で逮捕。1793年、ギロチンによって処刑されました。華やかさと悲劇を併せ持つ彼女の生涯は、今なお多くの人々を魅了しています。第8章、奥様という名前の重さ。貴族の妻となったあなたに待ち受けていたのは、バラ色の日々ではありませんでした。初めての晩餐会、銀器の使い方すらわからず、ぎこちない手つきに笑い声が飛び交いました。貴婦人たちは陰であなたをあの女と呼び、招待状から名前を外す者すらいました。娼婦上がりにしては上出来じゃなくて、どんな魔術を使って騎士をたぶらかしたのかしら。あなたは何度も涙を飲み込みながら、礼儀作法や言葉遣い、詩の読み方、楽器の演奏まで一から学びました。最初は冷たかった使用人たちも、あなたがどんな小さなものにも感謝の言葉を欠かさず、病の者には自ら手を差し伸べる姿に、やがて頭をしだれるようになっていきました。子供が生まれた時、あなたは心から震えました。この子は誰からも奪われることのない名前を持たせよう。そう誓い、少女にエリス、長男にルノーと名付けました。あなたの家族がようやく始まったのです。第9章、希望の家と贖罪の花。ある冬の日、かつての娼婦仲間が門前に現れました。彼女は病に倒れ、行き場を失い、赤子を抱えていました。お願い奥様、働かせてください。掃除でも何でも。あなたは彼女を抱きしめ、家へ招き入れました。もう奥様なんて呼ばないで。昔と同じエレーヌでいいわ。それがきっかけでした。あなたは夫に頼み、かつての娼婦や捨て子、孤児たちを引き取る施設、希望の家ら、メゾン、ド、レスポワールを設立しました。読み書きを教え、仕立ての技術や織物を学ばせ、やがて彼女たちは町で職を得るようになります。かつて罵声を浴びせた人々も次第にあなたの誠実さに心を動かされ、教会も寄付を始めました。君は過去を宝に変えた。ギヨームがそう言った夜、あなたはただ静かに微笑みました。解説。実は世間では娼婦は冷酷で恥知らずだという偏見がありますが、多くの女たちは心優しく情に熱い人もいたりしました。中には稼ぎを貯めて教会に寄進したり、病気の孤児を引き取って育てる者すらいました。実際、フランス有数の大聖堂であるシャルトル大聖堂には、娼婦の一団が資金を出して完成させたというステンドグラスの窓が今も残っています。宝刀息子の偶話を描いたその窓は、鍛冶屋や石膏といった他のギルド職人組合の寄贈した窓と並んで、誇らしげにはめ込まれているのです。彼女たちも社会の片隅ながら自分たちなりに社会貢献をしていました。第10章、すべての女性に希望という名を。それから長い年月が流れ、あなたの髪は白くなり、背は少し丸くなりました。けれど、あなたの瞳は今もあの夜、礼拝堂で涙を流した日のまま、
住んでいます。暖炉の前であなたはそっと筆を取ります。あなたが今絶望の淵にいるのなら、この話を思い出して、どんな過去でもどんな闇でも光は必ずあなたの中にある。名前を奪われても誇りまで手放してはいけません。生きてさえいれば人生はやり直せるのです。私がそれを証明したように、扉の外で誰かが笑っています。子供たちでしょうか、それともかつてのあなた自身かもしれません。静かな祈りが空へと昇っていきます。あなたという名の運命は決して他人が決めるものではない。それはあなたの手の中にずっとあるのです。